今日は千葉県香取市にある香取神宮に来ています。目の前に広がるのは利根川の下流です。かつてはこの一帯が香取ヶ浦と呼ばれ、海が入り込んでいた場所です。香取神宮は、鹿島神宮、生須神社と合わせて東国三社と呼ばれ、東国鎮護の要として信仰を集めてきました。江戸時代中期には、この三社を船で巡る東国三社参りが大人気だったそうです。そしてこの場所は、香取の大神が海路を進み、この津宮から上陸されたと伝わっている場所で、かつての表参道の入り口です。現在の大鳥居は平成14年、2002年に建立されたものです。約800年前から伝わる香取神宮の祭事、式年神幸祭には、ここから神魚を乗せた御座船が大利根を巡ります。近くに立つ常夜灯の高さは約280センチ、航路の安全を祈願し、昭和6年、1931年に奉納されたものです。ここから香取神宮までは約2キロ、徒歩で約30分かかりますが、旧参道を少しだけ進んでみましょう。鳥居から約350メートルほど進んだ左手には、香取神宮の境外末社の沖宮神社が鎮座しています。御祭神は、渡積の命が祀られています。さらにその先には、香取神宮の摂社のお塩神社が鎮座しています。別名東宮とも呼ばれ、近くにある西宮こと、守尾神社と一対となって、浜手を守護する神様とされています。現在の社殿は、慶長12年、1607年のものです。御祭神は、イザナギの命が祀られています。さらに150メートル、JR 成田線の線路を渡ると、朱色の橋が現れます。ここはかつて、下を流れる根本川の水で身を清め、着物と草履を履き替えてから参拝した場所です。草履を脱ぐ橋、草履抜き橋がなまって、ジョン抜き橋と呼ばれるようになったと伝わります。香取神宮の広い駐車場までやってきました。ではここからは、境内図を見ながら、香取神宮の境内にある、社殿や、摂社、末社、見どころなどを順に巡っていきましょう。この先には大正時代に整備された現在の表参道が続き、両側にはお土産物屋さんが並んでいます。車号標の横に立つのは朱色の2の鳥居です。香取神宮は亀ヶ瀬山という小さな山に鎮座していて、表参道は緩やかな上り坂です。中央が高く、地方が低い亀の甲羅の形に似ていることが亀ヶ瀬山の由来だそうです。参道の両側には桜や楓が植えられており、春の桜、秋の紅葉の季節には特に美しい景色が楽しめます。香取神宮の創建は、社殿によると、神武天皇18年、紀元前643年、2600年以上の歴史を持つ古社です。最も古い文献では、8世紀中頃に書かれたと言われる、日立の国不土記の中で、増の池の北に、香取神宮の分社があると記されており、この頃にはすでに香取神宮はあったと考えられます。香取神宮は、平安時代の延長5年、927年にまとめられた神社リスト、延喜式神陽帳に、香取神宮と記されています。延喜式神陽帳に記された神社2861社の中で神宮とついているのは伊勢大神宮、鹿島神宮とここ香取神宮の3社だけという格式の高い神社です。また、現在全国にある400を超える香取神社の総本社です。大和朝廷の東国鎮護、蝦夷平定の前線の拠点として祀られたとも言われ、戦の神として崇敬を集めてきました。表参道から左手に少し入ったところに、香取護国神社が鎮座しています。昭和21年、1946年創建の神社で、明治以降の国難に準じた、香取出身の御霊、4213柱が祀られています。香取神宮の御祭神は、仏主の狼、別名を、祝い主の狼とも言います。この仏主の狼は、古事記には登場せず、日本書紀にのみ登場する神様です。日本書紀、巻第1、第5弾の第7の一書には、イザナギの命が、火の神、ガグ土を切った時に飛び散った地から、岩作の神、根作の神が生まれ、その巫女である岩津草の神、岩津爪の神の子が、仏主の神であると記されています。仏主の神は、その後、現在鹿島神宮に祀られている神様、竹三日土の神と出雲に赴き、大国主の命と国譲りの交渉を成功したとされています。上池は昭和53年、1978年、式年大祭記念事業で整備され、2年後に完成しました。亀ヶ瀬の池、宮下の池、綾目ヶ池の3つの池があります。古い境内図にも奥の小さな滝のあたりは上池と記されています。
かやぶき屋根の直視門は、もともと香取神宮の大宮司邸の表門だったもので、天明元年、1781年の建立と言われています。大宮司邸は、1946年頃の火災で焼失してしまったため、現在はこの門だけが残っています。辺額には、神徳法と書かれています。総門前にある30段の石段は、昭和17年の造営で整備されたものだそうです。その3年後終戦を迎えると、GHQ が御本殿の中に武器などを隠していないか捜索するため、神社境内へなだれ込み、ジープで階段を登る際に欠けてしまったと言われる箇所があります。総門は昭和15年に建てられたもので、当時日本の統治下にあった台湾から輸入したヒノキが用いられているそうです。総門をくぐった先にある手水舎は、訪れた時は改修工事中でした。楼門の右手にある桜は、黄門桜と呼ばれています。貞享元年、1684年3月、水戸光圀公の参拝の際のお手植えだそうです。現在の桜の木は、根元から伸びた若枝、彦梅が育ったものです。大正時代の絵はがきには、大きく育った黄門桜の木が写っています。入りもや作りの楼門は、元禄13年、1700年、江戸幕府5代将軍、徳川綱吉の造営によるもので、国の重要文化財です。辺額は、日露戦争で連合艦隊を率いた、東郷平八郎元帥の筆によるものです。随神は、門の右側に竹之内の宿根、左側に藤原の鎌足りが鎮座しています。竹之内の宿根は、蘇我氏の祖先とされる人物で、大化の改新のきっかけ、一子の変で暗殺された側とした側の関係を考えると、なかなか興味深い組み合わせです。蛙股には、梅や菊の花の彫刻が施されています。今は撤去されていますが、以前は楼門前に鳥居が立っていたようです。正面に見える拝殿は、残念ながら修繕工事中でした。拝殿は昭和15年国費で造営されたもので、正面に千鳥破風、軒から破風がつき、黒漆塗りの柱や壁に国際色の蛙股や塗鏡、頭抜きなどが施されています。工事が終わったら、ぜひ装飾の細部まで見てみたいものです。現在右手にある祈祷殿が昔の拝殿で、昭和15年にこの場所に移されました。社殿は、御本殿や楼門と同じ、元禄13年の造営の時のものです。江戸時代に書かれた名所図への境内図を見ると、この社殿が当時、拝殿として使われていたことがわかります。また、戦前に作られた絵はがきにも、移設される前の旧拝殿の姿が写されており、現在とは異なる境内の景観を伝えています。祈祷殿の横には、樹齢1000年とも言われるご神木の杉がそびえます。幹の周囲は約8メートルもあります。では、御本殿の周りを巡っていきましょう。目の前の大きな木は、平安時代に源頼義が、朝廷から欧州の安倍頼時追悼の命を受けて下校した時、香取神宮に参拝し、必勝を祈願したと伝わる杉の木です。この杉の前で、天下太平、社党繁栄、子孫長久が叶うならば、この杉は自ら三つ股に分かれるだろうと占ったところ、見事に3つに分かれたのだそうです。三本杉と言われるこの杉の中央の幹は今は枯れてしまっていますが、その姿から当時の信仰の厚さが伺えます。匝瑳神社は、仏主の狼の親神の岩筒尾の神、岩筒目の神が祀られています。元禄13年、1700年の造営で建てられた御本殿は、黒漆塗りの柱や壁に国際色の装飾が施されています。西側の妻飾りの蛙股には鳳凰、東側は孔雀が描かれていて、それぞれじっくり見比べると、意匠の違いも楽しめます。香取神宮には、古くから式年造営と呼ばれる社殿の増退制度がありました。定期的に社殿を新しくすることで、神様の力を若々しく蘇らせると考えられていました。延喜式牧さん、神儀、臨時祭の上には、摂津の国の住吉大社、下総の国の香取神宮、日立の国の鹿島神宮の正殿は、国の費用も用いて、20年に一度改め作ると記されており、式年造営が国家プロジェクトだったとわかります。鎌倉時代までは、国や幕府の事情に左右されながらも、おおむね20年ごとの式年造営が続けられていましたが、その後は戦乱などの影響で間隔が乱れ、30年から70年ほど空く時期もありました。現在残る社殿が造営された元禄の造営は前回から94年の空白があります。さらに次の大きな造営は昭和15年、1940年で、ここでは実に240年という長い間隔が空いています。その後は建築技術の向上と行き届いた管理、
特に屋根を中心とした修理の積み重ねによって、社殿は現在まで大切に守られています。御本殿の真後ろにやってきました。ここが神様に一番近い場所です。一軒社流れ作り、大板淵の桜大戸寺神社は、この花咲夜姫の御事が祀られています。右手にある箱は、歯型名刺を収める箱です。歯型名刺は、生後100日頃の、お食い初めのお祝いで使う小石で、石のように丈夫な歯が生え、健やかに長生きしてほしいという願いが込められています。鹿島神宮の妖拝所、鹿島神宮社です。鹿島神宮社には、竹三日月の神、雨の角山の御事が祀られています。北参道もまた、凛とした空気に包まれた参道です。北参道の入り口にある灯籠と手水鉢は、元禄13年の造営の時のもので、境内にある灯籠と手水鉢の中で最も古いものだそうです。手水鉢には、御本殿造営時の造営奉行、竹村宗左衛門、平岡十左衛門の名がうっすらと見えます。境内には同じ時期の手水鉢がもう一つあり、後で参拝する祖霊社のところに置かれています。灯籠は、もともと参道の手前側に立っていましたが、後に現在の場所へと移されたそうです。明治25年創業、今から130年以上前からこの地で参拝者を迎えてきた茶屋、観光亭を過ぎ、六所神社へと向かいます。六所神社には、スサノオノミコト、大国主のミコト、船戸の神、雷神二座が祀られています。花園神社には、雨や水を司る神、お神の神が祀られています。境内の北側にある開けた場所は、桜馬場と言われ、かつてやぶさめが行われていた場所です。黄門桜のところまで戻ってきました。一軒社流れ作り、同板吹の諏訪神社には、竹見中田の御事が祀られています。諏訪神社の横にある石碑には、御神位の道と刻まれています。かつて香取神宮の周りには、8から12の御神位がありました。この先の下り坂は、そのうちの一つ、御たらしの糸、御座山神社に続く道です。御座山神社には、稲荷信仰とも関わりが深い、屏風の神が祀られています。狭山神社は、民家の裏手にある山に鎮座しています。狭山神社には、田堀姫の神が祀られています。乳母山神社には、一言主の御事が祀られています。総門のところまで戻ってきました。総門から続く道は、かつてはやぶさめも行われた馬場でした。馬場殿神社は、馬場の近くにあることから、その名前がついたそうです。馬場殿神社には、竹林佐能の御事が祀られています。市神社には、琴白主の神が祀られています。天下り神社は、市神社に合祀されています。御祭神は、生き死に穂の神と、鍵森の神が祀られています。旧大根木邸内にある作作神社は、岩作の神と、根作の神が祀られています。境内から西へ、奥宮へと続くこの道は、かつての表参道です。江戸時代の境内図を見ると、参道には鳥居が立ち、両側に鮭町らしき建物が描かれています。また、戦前の絵はがきにも鳥居や土産物屋が見えますが、それらは現在では全て姿を消しています。では、香取神宮のパワースポットとも言われる要石へ向かいます。要石といえば、新海誠監督の映画、すずめの戸締まりを思い出す方も多いかもしれません。作中では、要石は地下に眠る災いを鎮める重しとして描かれていました。実はそのイメージは古くから伝えられてきた香取神宮と鹿島神宮の要石信仰と深く重なっています。伝承によれば、香取の狼と鹿島の狼が足原の中津国を平定し、この香取ヶ浦に至った時、人々を悩ませていた地震の原因は、地中に住む大ナマズであるとされていました。玉垣に囲まれているこの石が香取神宮の霊石、要石です。二柱の神は、そのナマズを鎮めるため、地中深くまで石の棒を差し込み、香取ではナマズの頭を、鹿島では尻尾を押さえたと伝えられています。香取神宮の要石は凸型、鹿島神宮の要石は大型で、地上に見えているのはごく一部だけだと言われます。要石の前に鎮座する押手神社には、羽化の御霊の神が祀られています。この先の祖霊社がある場所には、かつて神仏集合の時代には、神宮寺がありました。入り口にある手水鉢は、先ほど北参道の入り口にあったものと同じ、元禄13年のものです。
こちらの手水鉢には、11面観音堂と刻まれているのが見えます。最後に、香取神宮で特に強い力を感じる場所と言われている奥宮を参拝します。香取神宮の御本殿には、普主の狼の右御霊、そしてここ奥宮には、荒御霊が祀られています。右御霊は、国や人々の暮らしを静かに見守り、調和をもたらす神の働き、荒御霊は、物事を切り開き、変化を起こし、前へと進めていく神の働きとされています。参拝ではまず、御本殿で感謝と祈りを捧げ、その後奥宮で荒御霊に向き合います。願い事や決意は、この荒御霊に向けて祈ると良いと言われています。現在の社殿は、昭和48年、1973年、伊勢神宮の御遷宮の時に使われなくなった古材を利用したものです。今回は、角宮浜から亀ヶ瀬山へ、旧参道を通り、最後に奥宮に向かう道のりでした。ぜひ一度、現地で香取神宮の長い信仰の歴史を体感してみてください。ご視聴ありがとうございました。また、次の神社でお会いしましょう。